言葉が通じない日韓両家の顔合わせって想像できますか？正直こんなに後悔するとは思っていませんでした。日韓カップルで聞くと仲良しで国境も乗り越えて順調そうと思いますよね。僕も完全にそう思ってました。プロポーズも終わって関係も良好、顔合わせもまあ無事に終わるだろうなと。でも現実は真逆でした。衝撃の連続だったんですよ。待っていたのは気力が削られる段取り、失礼なことを犯した僕、全員がずれて生まれる衝撃でした。今日は当時の事件を5つに分けて話します。まず一つ目は前回までのあらすじです。いきますね。韓国人の僕、日本人の彼女がいまして、そこからトントン拍子でプロポーズ成功して結婚決定しました。はい、拍手。でも必ず来るイベントありますよね。両家の顔合わせ、逃げ場ゼロですね。問題ここからなんですけども、僕の両親は韓国、彼女の両親は日本なんです。つまり、どっちかの国で会わないといけないんです。話し合った結果、今回は韓国で開催することになりました。飛行機も取った、店も探した。まあ、ここまで順調だし、顔合わせも普通に終わるでしょ。そう、完全に舐めていたんですよ。平和に終わるという風に本気で信じてたんです。でもね、韓国に到着した瞬間から空気が変わって、あれ、思っていたのと違うぞってなったんです。予想していなかった事件、まさかの衝撃3連発です。今日はその話を説明していきますね。まず衝撃一つ目はですね、挑戦に疲れて気力を失ったってことです。皆さんこう思うでしょう。手伝ってくれる人が一人いれば挑戦もなんとかなるんじゃないの？甘いです。甘すぎます。砂糖3つぐらい入ってます。今回の顔合わせですね、韓国語と日本語両方できるのは僕だけなんです。つまり何が起きるか、スケジュール作成、店選び、移動時間、飛行機、宿、両親のそれぞれの体力、彼女の都合、全部僕の頭に入れて計算かけないといけないんですね。事前準備は正直まだ良かった。時間も事前にあるし、紙にも書けるじゃないですか。問題は本番の当日だったんですよ。韓国、日本の、両家が韓国で集まった瞬間、僕の脳みそフリーズしました。なぜならそこからは通訳なんですけれども、同時多発処理装置だったんですね。韓国語が一言出たら日本語に変換して、その裏のニュアンス読んで、日本のお母様、お父様、表情チェックして、空気が重くならない言い方に調整する。そうすると日本語が飛んできて、それ韓国語に変換して、それをまた使える。これをですね、もう一言一言を全部頭に聞く準備ができていて、全部通訳する準備ができていないといけないんですけども、これ朝から夜までノンストップです。休憩ないですね。ご飯一緒に食べてるんですけども、僕ご飯を食べる時間なんてないですね。話聞いてそれ通訳しないといけないんですね。箸持ちながら通訳していました。しかも気を使うのはですね、言葉だけじゃないんですよ。沈黙の瞬間、意味、間の取り方、合図の温度、これずれたら空気が凍るじゃないですか。夜ホテルに戻った瞬間、僕思いました。今日一日めちゃめちゃ頑張ったなって。もう体じゃなくてもう気力がもう先にもう死んでしまいました。衝撃二つ目、宿を間違ってですね、彼女のご両親に迷惑かけたということです。皆様こう思うでしょう。宿なんてさすがにいいところに取ったんちゃうか。いや、これ完全に僕が間違えていました。僕普段ですね、世界で、一人で旅したりとかよくするんですけども、僕にとってはですね、宿は、寝れたら OK なんですよ。個室であって、治安も良さげならば合格なんです。で、今回もですね、ちょっとその思想が入ってしまって、一泊1万円超えるんだったらちょっと高いよなって思ってしまってですね、空港と市内のアクセス良いところでいいよね。その基準で韓国の宿を選びました。で、ドンデムに到着したわけなんですよ。で、そこで地獄が2つあったんですけれども、地獄1つ目、エレベーターないんです。しかも階段なんですが、4階なんですよ。日本から来たお母様、お父様、このスーツケース重いの持って4階まで階段で上がっていかないといけない。もうここでやっちゃったなって思ったんですね。で、さらに部屋に入って地獄2つ目なんですけども、バストイレ一体なんですね。しかも狭いです。肩ぶつかるような狭さ、肘当たるような狭さなんですね。僕はね、韓国出身だし、海外旅行してて、ちょっと慣れたつもりで、ホテルの写真見た時に、いいでしょう。我慢すればいけるでしょって思ってたんですけども、これ日本の方めちゃくちゃ大事ですよね。お風呂、シャワーする場って日本の皆さんに心を休める場所ですよね。だからそれがトイレと一体型になっているときついですよね。いや、すいません。
本当に申し訳ないと思っていて、それ彼女のお母様、お父様にもう本当に謝罪しました。で、もうとても優しかった方だったから、大丈夫ですって返してくださったんですけれども、いやもう本当に不便だったんでしょうねと思いながら、ミスターともう盛大にやらかしてしまったわけであります。で、3番目なんですけども、今回な僕のお母さんが登場して、で、その反応にもうみんなが衝撃を受けたということです。皆さんこう思うでしょう？顔合わせするだけで、なんか大きな事件って起きるのって。でもね、僕のお母さんに通用しませんでした。僕のお母さん、どんな人かというと、感情フルスロットルで、もう愛情を稼ぎ裂いて、行動をもうすぐ実行してしまうようなエネルギー満タンの韓国人お母さんって感じですね。で、僕が軽い通りでお母さんに言ったんですよ。日本に持って帰るから韓国の調味料ちょっとだけお願いしますねって言ったんですね。このちょっとだけ日本人的な感覚で小さな瓶とか1個とか記念レベル50ミリぐらいのレベルですよね。でもね、それがエネルギッシュな僕のお母さんに言ったらもう違う言葉に翻訳してもう一生分持たせるってことですね。日本で韓国生活を永遠に楽しんでくださいみたいな形で翻訳されました。で、次の日、母が現れました。手にはですね、コチュジャン 500ml、ごま油 500ml とか、韓国海苔とか調味料とか謎の食材をたくさんくれたわけですよ。これ量のイメージで言うと、宅急便の一番でかい段ボール1個分ですね。1箱分ですね。業務用レベルなものなんです。で、僕、心の中で叫びました。もちろんですね、めちゃくちゃありがたいんですけども、これ日本でどうやって持って帰るのって話なんですよ。スーツケースに入んないんです。バックパックに入んないんです。液体物とかもう入んないわけで、僕とか彼女とか日本のね、彼女のお母様お父様とかもフリーズしちゃうんですね。もちろんね、お母さんの気持ち100点満点でも100万点レベルなんですけれども、ね、でもね、現実的なこともちょっと考えてもらえたら嬉しいなと思いながらちょっとさすがに返しました。できるだけ持って、それを日本に持って帰ってきました。で、その時にみんな衝撃を受けたという話ですね。で、最後、当時振り返っての話なんですけれども、ここまで聞くと、いや、トラブル多すぎでしょって思った方いますね。もう正解です。正直もう事件3連発して記録削られて宿ミスって、もう調味料は業務用が飛んできても頭がファンクしてたんですね。でもね、不思議なことですね。その場の空気はずっと暖かかっただったです。顔合わせの間、もうギスギスした瞬間もう一度もなかったです。もう言葉が通じなく来てくれてありがとうございます。日本のお母様、準備してくださってありがとうございます。これもう顔を見ても雰囲気表情を読んでめちゃくちゃすぐわかりそうなものです。日本にも日本人同士の結婚とかでも、例えばもうホテル行ってご飯食べながら、ははははははするその雰囲気あるじゃないですか。それが私たちにもあって、ただ国籍と言葉だけ違っていたということですね。その奥にある気持ち見えはしませんが、完全に一致していました。だから、うちの母はですね、調味料を山ほど持たせて、日本の家族にいいものを持たしたいっていう気持ちがあったでしょうし、日本人の彼女のご両親、お母様、お父様も僕が日本にいる時にいつも後半に連れて行ってくださって、季節もお土産も持たせてくれまして、もうね、言葉のしない優しさをずっとくださいました。だから今回の韓国滞在では顔合わせだけじゃなくてですね、観光もしたんですけれども、市場の匂い、街のざわめき、そして人の温かい感情までたくさん楽しんで、顔合わせして日本に帰ってきたわけであります。これは人生で一度しかないですね。顔合わせて人生に一度しかないですね。貴重すぎる経験です。だから僕はもう彼女に感謝してますし、彼女ご両親に感謝していますし、そして韓国の両親にも心から感謝しております。もしこの顔合わせ準備されている方がいれば、もしくは大事な会談を準備されている方がいれば、これだけは伝えたいです。完璧じゃなくていい、失敗していい、大事なのはちゃんと気持ちを向けることなんじゃないかなというふうに思います。それがあれば言葉は後からついてくると思います。ここまで見てくれてありがとうございました。よかったら他の動画を見てください。以上パクでした。アニョン。